高千谷ファルコンズの千秋です。安藤です。今回は長野県長野市でバス路線5つが廃止されるっていう話題を取り上げていくんやけど、ニュースの内容が長野県内で路線バスなどを運行するアルピコ交通が4月から長野市の中心市街地と信州新町、小川村、木那佐、戸隠を結ぶ5つの路線で減便しますと。さらにその上で、10月からループ橋経由戸隠線を除き篠ノ井新町線を加えた5路線を廃止すると明らかにした。もう完全撤廃なんや、10月から。そう。廃止される5路線っていうのが、甲府線と新町、大原橋線、木那佐線、県道戸隠線、篠ノ井新町線っていう5つの路線なんやけど、調べると、時刻表とか見とってももうそもそも1時間に1本もないような路線やったりして、朝の通勤時間帯2本、昼1本で、昼過ぎに1本、夕方1本ぐらいの。利用客は少ない。ほとんど乗ってる人おらん乗っちゃうんかっていうような路線で。で、アルピコ交通は慢性的な運転手不足に加え時間外労働の上限規制の影響で路線を維持することが非常に厳しくなっていると、運転手の健全な働き方を守るためにご理解いただきたいとコメントしてるらしいな。このアルピコ交通っていうのはさ、長野県内で交通事業だけじゃなくって、ホテルとか不動産とか、あとスーパー、ゲーセン、自動車教習所とか、とにかくいろんな長野県内を牛耳っとるような大企業なんやけど。長野県民なら結構もうみんな知っとるみたいな。いや、もう知らん人おらんと思う。そんなレベルない。アルピコのサービスを使わんと生活するの無理なレベルやから。千秋さんも一時期長野に住んどったからやっぱりお世話になっとったんや。いや、これもアルピコなんていうような感じやな。そんなレベルない。普通に使っとったスーパーこれアルピコやったんかよみたいな感じやな。じゃあそんなアルピコでも、やっぱり生産が取れん、このバス事業っていうのは、じゃあよっぽどやな。こういう公共事業っていうか、公共交通だからさ、国とか県から補助をもらって維持してきた路線みたいなんやけど、やっぱり採算が取れやんから、苦しい経営を強いられとると。なるほどね。それに対して、山間地の路線なんやけど、沿線に住んどる住民からは、ありえんと。廃止なんて、みたいな。市内の高校に通う高校生の子供を持っとる家庭からやと、子供が、ごめん、俺、甲府線、高府線か。ごめん、読み方間違っとったな。はいはい。高府線とかを使って、長野市街地の高校に通っとったのに、どうしてくれるみたいな声が出とったりとか。1時間に1本しかないといえど、それしか頼りがない人からしたら、もう結構死活問題やな、じゃあ。高校生やったらまだ原付の免許とか取れるから、最悪原付で通うっていう手もあるっちゃあるけど、でも長野県やからな、冬は通えやんしな。確かにな。だから引っ越すしかないやろうな、それか親が送っていくかっていう。結構親の負担にはなるわな。難しい問題やけどな。こういう路線バスに限らず、電車とかもそうやけど、赤字路線って結構問題になっとるやんか。なっとる。バス事業で言うと、少子高齢化やったり、交通手段の多様化に伴って、輸送人員が年々減少傾向にあって、経営面から見ても厳しい環境になっとるよな。で、加えて、コロナウイルスの影響やったり、近年の燃料価格の高騰、運転手不足で、戦後最大の危機を迎えとると、国土交通省がそうやって言っとんだけど、令和2年度から令和4年度までの3年間で全国の路線バスの赤字は4000億円に上っとるんよ。4000億？これはほとんどだから税金が投入されとるから、これは結構偉いことで。確かにな。それはなかなかやな。で、日本バス協会の試算によるとな、このまま運転手の減少が続いていくと、2017年時点で14万3000人運転手がおんのやけど、2030年には9300人にまで減るって言われとんねん。1万すら割るんや。そうそう。いやー、結構問題やな、それは。今ある路線が、全て維持されとったとして、必要になるのは、12万9000人運転手が必要になるって言われとんのやけど、明らかに足らんな。2030年には9万3000人やから、だいたい3万6000人か足らんくなるって言われとる。10万はあるね。はいはい。で、厚労省によると、2022年の9月時点で、バス運転手の有効求人倍率は 2.06 で、全職業平均の 1.20 と比べると2倍近いと。つまり、応募してくる人が少ないってことやな。確かに若者でバス運転手あんま聞かんな、正直最近は。バス運転手に限らず、ドライバーの職業っていうのがな、人気ないよな。やっぱ。そうやな。拘束時間もそうやし。労働環境がな、過酷なイメージがある。ある。その割には全然給料も安いみたいな。そうそう。で、クレーマーの客もおるやろうし。だからバス運転手はもっともらってもいい職種やと思うけどな。そうやな。それも国土交通省の資料によるとな、2022年のバスの運転手の労働時間は193時間、月の労働時間が。
で、全産業の平均は177時間。だから、16時間ぐらい多いんよな、平均で。で、年間所得額が399万。年収かな。他の、産業で言うと平均で497万やから、100万近く。やっぱ平均よりも少ないよな、年収が。きついな、それは。だからこうやって人手不足の慢性化で、各運転手の過重労働としてしわ寄せがいっとると。それが理由で辞める人も多い。はいはい。で、なんで人手不足やのに賃金が低いかっていうと、バス事業におけるコストの大部分が人件費だからって言われとって、運転手の待遇を改善しようと思っても赤字経営が続いとるから、それができやんって。そもそもがってことやんな。体力がないな。で、それに加えて最近はガソリン代の、燃料費の高騰が追い打ちをかけとると。で、ある試算によると、バスが1キロあたり運転するのに占めるコストの割合で 58% が人件費な。今回の長野市のバス路線廃止でミニバスに変えて運行してほしいっていう住民の声が書いてあったんやけど、結局ほとんどバスの運行のコストって人件費が占めとるから、ミニバスになったところで、ミニバス変えたところでってか。燃料費とかは抑えれるかもしれんけど、大部分である人件費を抑えられやんから、あんま意味ないよっていう。なるほどね。いや、結構やっぱ苦しい業界なんやな。そうやな。バス運転手ってなかなか選択肢に上がらんわな。上がらんな。あったとしてもタクシー運転手とかじゃない。今、タクシーは稼げるみたいな話もあって、それも都会の話とかやと思うんやけどさ。東京ぐらいじゃない？そんなガンガン稼げるっつうのは。でもタクシーもタクシーで競合とかな。あそこも客の取り合いやから難しいと思うけどな。最近さ、牛島くんのタクシードライバーくん。はいはいはい。乗ったんやけどさ。乗る人は少なくなったのに車ばっかり増えるから。はいはいはい。タクシー運転手はしのぎを削り合ってどんどん苦しくなっとるっていう。あれも10年ぐらい前やけど、もうその時からそう言うとったんやな。そうそう。実際終電間際の主要駅池袋とかさ、新宿とかだともうタクシーだらけやもんな。銀座とか。はいはいはい。逆にな、京都とかの観光地だとタクシー足りてないっていう話もあるけどな。でも今回のバスの件は長野に限らず、全国の、特に田舎とかやったら同じような問題いっぱいあると思うけどな。路線バスな、東京やったら結構便利やから乗るときあるけど、実際三重とか金沢に住んどった時は全く乗らんかったな。実際乗らんよ。車の選択肢があるから。どっちかっつったらやっぱ老人とかさ、車持ってない人の方が結構問題やんな。このバスなくなったら。そうやな。車以外の選択肢が。都会やったらな、コミュニティバスっつってさ、100円バスが高齢者やと何回かタダで乗れるとかあるけどな。田舎はコミュニティバスも少ないしな。で、バス業界が赤字やからってさ、バスの値上げをすればしたらしたで、住人がまた文句を言ってさ。バスの運賃値上げせなあかんと思うけどな。安すぎるのはあるよな。あんな田舎のさ、何にもないとこ走ってくれとんのやから、もうちょっと高くないとな。確かに。割に合わんわな。タクシーほど高いと乗れやんくなるけど、でもタクシーの半額ぐらいは行ってもいいと思うけどな。全然やろ、今。需要と供給がな、マッチしとったら、だからさっきのさ、長野の1時間に1本しかなくて、怒っとる親の人とかはさ、ちゃんと分かって言っとんのかな。でもさ、旅行とか行くとさ、地方で路線バス乗ることあるんやけどさ、ほとんど誰も乗ってないような、もう空気運んどるだけみたいな。確かにな。逆に旅行で地方行くと、まださ、結構路線バス地方で田舎の方とか走ってくれるさ、路線とかあるんやけど、めっちゃありがたいなと思うわ。いつまであるかわからんなと思いながら乗っとるもん俺。確かに。旅先でのバスってなんかいいしな。いいっていうか。風情はあるわな。風情、そう。でも、本当乗っても自分しかおらんみたいなのよくあるんよ。はいはい。田舎の方行くやつとか。一回高知かどっかで、室戸岬ってさ、高知の右下の方にある尖っとるところあるやんな。あそこに行く路線バスとかもあるんやけど、室戸岬って別にほとんど人住んでないんやけどな。そういう路線もあるわけよ。でも、乗る人おらんしさ、なんで走っとんのやろって思いながらも、乗っとったんやけど。その路線がなければ行けやんからな。そう。高い金払ってタクシー使うことになるって考えたら、会ってくれたらありがたい話やわな。そう。だから、どんどんさ、そんな路線なくなっていくやろうからさ、今後は。今のうちに乗っといた方がいいんじゃないかなと思うわ。国内旅行とかで。どうしてもやっぱ国の介入がないと、バスの運用ってやっぱ難しくなってるから、国がちょっと力入れてなんとかしてほしいけどな。そしたら税金がいっぱい必要になるな。増税が必要やな。ってなるとバス使わん人間からしたら面白くない話になるんか。いたちごっこやな、結局。だからどうしても赤字の路線は切ってくっていう考えで、動いてしまうんか、そう考えると。いやでもな、税金払っとるからバス乗るっていう、税金の元を取るためにバス乗るっていう考えになってもいいと思うけどな、俺は。確かにね、文句ばっかり言うんじゃなくて、
払ってるからこそっていう思考になれば、確かに文句言う人も少なくなるんじゃない？でも、地方の旅行とかやともう、レンタカーが主流になっていくやろうな。都会からが車持ってない人とかからするとな。そうなるとさ、この間の話じゃないけどさ、運転免許が必要になるよな。なってくな。この間、マニュアル免許がオワコンになってるっていう話をしたんやけど、やっぱり運転免許は必要なのよな。ミニバスもな、この間、青森とか行った時は、青森はミニバスで走っとったな。ハイエースみたいなの走っとったりしたわ。それでもガラガラやったけどな。まあ、やろうな。まあ、その大型バスやとやっぱ、運転手も免許が必要になるから、その就職するハードルが高かったりするよ。ミニバス専用でな、ミニバス専属の運転手とか雇っていけばいいんやと思うわ。ハードルを下げるのが一番業界的にも、足らんっていうぐらいやったら。そうそう、二種免許とかで運転できるような。あと昔バスのさ、降りる時にさ、ちまちま小銭とかさ、お札の両替とかでさ、時間かかる人が、まあ、俺も含めてやけど、で、それがすげえ嫌やったんやけど、最近キャッシュレス対応のバスも増えてきとるらしいしな。そうやな。バスはなかなかキャッシュレス対応せんけど、今は徐々に増えてきとんな。俺もキャッシュレスのバス乗ったことあるし。外国やったらビザのタッチ決済で。そうやな。とかもあるけどな。だから、あるとしたら、バスの後は自動運転かな。まあ、ただ日本での自動運転ってまだ抵抗あるけどな。確かにな。でも、愛知とか、あと、どっかの空港あれやろ、小松空港やろ。小松空港かは自動運転らしいよ。まあ、キャッシュレス自動運転が進んでいけば、だいぶあれか。だから今後、そういう流れになって、それがもう当たり前になるかもしれんね。個人的には、もう採算がよっぽど取れやん赤字路線は廃止していった方がいいと思う派やけどな、俺は。まあ、3年で4000億の赤字は、さすがにまずいやろ。国としても。今回の件でもさ、沿線住民が文句言っとるけどさ、でも廃止してかんと、逆にな、もっと利用者の多い他の路線にも悪影響やからな。もうやむをえんよな、そんなの。確かにな。てか、なんでそんなとこ住んどんのに、子供をバスで通学させとんのっていう話やから。確かにそっちの問題もあるからな。全部自分ファーストで考えて、もっとできることあるやろとは思うけどな。結構スマートシティとかな、国が推進しとったりするけど、あれをな、結構悪い案じゃないと思うけど、こうやって言うと叩かれるかもしれんけどな、ネットではスマートシティ化に陰謀論を唱える人もおるから。でもあながち、そう考えるといろんな面から見ても間違いじゃないと思うよ、俺も。今後な、こういうバスの赤字路線は多分どんどん廃止になっていくやろうから、バスで旅行とか国内の観光地回りたいっていう人は今がチャンスだと思うんで、どんどん旅行してな、バス路線使っていこう。あと税金が高いっていう人は税金の元を取るためにもな、田舎のバス路線乗った方がいいと思います。さっきも言ったけど、やっぱバスはバスならではの風情があるから、バスでの会話とか、今は最近わからないけど、昔はバス乗ったら地元のじじいが話しかけてきたり、いろいろそういうあったから、そこで情報とか聞いたり、そういうならではの交流とかもあるから、バスがなくなるのは寂しいっちゃ寂しいわな、俺は。そういやさ、まあ、今回のはあんまり関係ないんやけど、アルピコ交通がさ、昔、松本長野間をさ、高速バス走らせとったんやけど、なくなっとったんよ。あ、そうなんや。はいはい。長野県内に住んでない人からするとピンとこやんかもしれんけど、当たり前のように運行しとったから。そうなんや。結構ショックなよな、これが。長野県民からしたらやっぱじゃあ、アルピコ交通っていうのはいろんな面で身近なもんなんやな。でも、ほとんど乗らんけどな。在来線、鉄道と値段ほとんど変わらんのに時間倍かかるとかやから。ほとんど乗らんないけど。だから廃止したんじゃん。でもさ、高速バスもさ、東京発着のさ、高速バスは多分今後も生き残っていくと思うんやけど、需要はあるからな。東京に人がいっぱいおるからな。でも、地方の県内を走るような高速バスの路線っつうのは、どんどんなくなっていくと思うな。東京から人を運べるような路線じゃないとな。バス乗るメリットがな、本当に薄い。あんま考えれんな。まあ高速バスの旅とかも結構好きやけど、なくなっていくんやろな、そっちも。やっぱ淘汰されてくんじゃん。そうやな。悲しいけど。現状を見る限り。こっちがそれに対応っていうか適応していくしかないわな。合わせるしかない。そんな感じで今日は長野市でバス路線5つが廃止されるという話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。